私の後輩であるみわちゃんにインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みわちゃんはですね、今ダートっていうベルリンにある学校で、勉強されています。過去にもしおりちゃんっていうこのインタビューでダートのことについて、話してたんですけど、今回はみわちゃんの視線から、この学校はどんな学校なのかっていうのをいろいろ聞いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。まずはじめに、自己紹介をお願いしたいと思います。三輪玲奈です。24歳です。日本人女性です。みわちゃんのダンス歴をちょっと聞きたいんですけど、はい、どうやってダンス始めてたのかっていうのを教えてください。はい。一番最初は8歳の時にジャズダンスから始めて、週1回で習い事って感じで地域の教室で始めて、でずっと続けて、もう中学高校では陸上部に入って、すごいね。ちょっと結構頑張ってやってたんで、ダンス休みながらでもちょっと細々続けてて、で大学決めるってなった時に、私はこれ陸上このまま続けるのかなってちょっと思っちゃって、なんか新しいことにチャレンジ本当にするなら親のお金使ってできる最後の学びって思って、思い切って日本女子体育大学の洋楽専攻を選んで、初めてコンテンポラリーとかバレエとかやって、で大学年生の時に海外行きたいって思って、そうなんだ。はい、大学卒業してからはお金がなかったんで、1年半働いて、で今留学資金を貯めたと。素晴らしい。ダートにいます。すごいですね。夢が叶ったということで。そうですかね。だってね、大学から行きたいって言ってたからね、すごい素晴らしいです。このダートの学校について聞きたいんですけど、ダートってなんか2つプログラムあるらしいんですよ。その違い2つ、なんか簡単に教えてもらってもいいですか？私が行ってるのはダートスタディオっていうプログラムで、午後にクラスがある。でバレエコンテンポラリー、あとセルフでスタジオを使える時間があると、あともう一個がダート DSP でしおりさんが言ってたので、バレエコンテンポラリー、レパートリーのクラスがあるって感じです。で、私のプログラムの方はセルフでスタジオを使える時間で、作品作ったりして、運が良ければ発表できたりして。なるほど。じゃあみわちゃんのプログラムの方はもっとなんか創作とかやりたい人向けみたいな感じ？そんな感じで、もっとダンサー志望の人は DSP に行ったり、違うしおりちゃんが言ってたとかします。プログラムになるんだ。すると思います。へえ、そうなんだ。みわちゃんのプログラムの授業内容を教えてください。バレエのクラスとコンテンポラリーのクラスはもうずっとレギュラーであって、で週によってはレパートリーとかクリエーションの準備、週によってちょっと違うことが起こったりします。なるほどね。学校は月から金で土日はお休みです。授業は結構ゲストの先生が来てくれるらしいんですけど、そうです。いろんな違うカラーのある先生が来てくれる。どうですか？コンテンポラリーいろんなスタイルがあると思うんですけど、それなんか全部網羅できる感じで、すごいいろんなことに対応できるようになるからありがたいなって思いながら、すごいスピードが速い、変わっていくスピードが速いので、自分で振り返りながら、練習しながらやっていく必要もあるな。なるほど。でもそうやっていっぱいいろんな先生に出会えるのはいいことだよね。出会いが広がるってことだから、やっぱり日本人としてこっちに来てね、何も知らないところで始めるっていうのはすごいいいところだよね。いい先生だなって思ったら、外部で教えてないかっていうのを調べたりして、そこに行っている子たちもいる。あ、そうなんだ。パフォーマンス経験っていうのは学校ではあるんですか？あります。プログラムに入ったら基本2回のパフォーマンスには全員出れることになってて、あとプラスアルファでもし選ばれたらカンパニーと一緒に踊る機会がもらえるかもしれない。なるほど。自分で作った作品がもしよければそこでも発表できるかもしれない。はいね。はい。なんか作ってるんですか今？私は今作ってない。作る予定は？作りたいなと思ってます。頑張ってください。まだ始まって3ヶ月。そうです。だよね。だからまだね、今ちょっとずつ慣れてきた感じ。そうですね。ダートの入る時のオーディションだけ教えてもらってもいい？どんなオーディションがあったか。最初私はビデオオーディションで
バレエのセンターと、あと自分の作品の一部切り取って提出して、OK 本国オーディション来ていいよってなって、で本国オーディションはバレエ、コンテ、フロアワークとかやらされて、その後レパートリーを習って、その後ちょっと軽くお話、ちょっとお話タイムがあって、その後に3分間インプロビゼーションして終わりって感じ。なるほど。どうでした？初めての海外でのオーディション。その時が私初めて海外に行ったんですよ。すごい。一人で？一人で行くって決めたのも1週間前とかで、そうやったな。本当に一気に準備して、オーディションの時ちょっとポロってなったりしてでポロってなって、じゃあ3分間インプロしてくださいって言われて、鼻水いっぱい出ながら踊ったんですけど大変だったなって思います。いやでもちゃんとやりたいと思ってそれに向けてやるっていうのは大切なことだと思うし、やっぱみんないろんな人諦めちゃうからそこで無理やってなって、だからそこでこうやってやるぞって言って来て泣いてでも鼻水垂れてでもやってっていうのは本当に偉いし、みやちゃんの実力、私能力だと思う。こっちに来て言葉の壁はどうでした？なんかね、相談聞いてた時から英語ができないんですって言ってたからなんかどうだったのかなと思って。思ってたよりはそんなに拒否反応みたいなの出なくて、クラスの時とかは自分がやるべきことは目で見て分かったりするので、確かに。でもクリエーションの時とかはちょっとなんか複雑な感情とかちょっとお話しなきゃいけない時はちょっと難しいなって思ったり、理解できないのが悔しいなと思ったり、なるほどね。そんなことがあります。なるほどね、そうだよね。細かいニュアンスが分かんないとってなる時があるけど、でももう一人日本人の子がいるから、助け合えるっていうのは良くない？すごい正直なこと言う、なんか日本人ばっかりと話してるとやっぱりあれだから、英語を使う人たちとたくさん話すようにして意識はしてる。そうだね。でもさっきなんだっけ、ハリーポッター読んでた英語のやつ、頑張って偉いね、勉強してるということで学校終わったら何してるの？終わったってか午後の授業だっけ？そうです。だから朝何してるの？寝てます。寝てるだから午後に授業ある週はたくさん寝て、もう帰ったらすぐまた寝るだけなんで、なんかしなきゃなと思ってるんですけど、なるほどね。あとビザは取ったので働き始めたいなって思って。すごい。あれ学生ビザって働けんだっけ？学生ビザ取れなくてここ。そうなの？そうなんですよ。それすごい大事。ビザになる？ワーホリです。ワーホリかアーティストビザになるんですけど。なるほど。今めちゃめちゃいい情報もらいました。これはみんな知ってなきゃいけないことですよね。パブリックじゃないからプライベートのカンパニーのトレーニングプログラムだから学校としてはそうなんだ。だからそっかワーキングそっか。ホリデー取って1年だけなんで、この1年で次の仕事決めるのかまた学校に入るのか。そうだったんだ。それは私も全然知らなかったからびっくり。そうなんだ。それは大事ですワーホリだったらお仕事できる。そうです。それは大事な情報でした。学校じゃないってことはディプロマはないってことですね。コースやりましたっていう証明書はもらえるんですけど、学士とかはもらえない。ドイツ生活はどうですか？楽しんでます。ベルリンはちょっと治安悪いなっていうところもありますけど、治安悪いからこそなんか無料で物をしたりしたりあるよね。なんか引っ越しでいらなくなったの置いてあったりとか、それはいつも拾ったりとか、なんかフリーマーケット行ったりとか楽しんでます。よかった。ご飯とかも大丈夫？自炊？ご飯なんか意外と、なんか日本食食べたくなってしんどくなるのかなって思ってたんですけど、意外と大丈夫で、すごい。今のところはすごい。ベルリンいっぱいあるもんね、日本食とか食べようと思えば。あと買おうと思えばどこでも買えるし。そうだよね。だからそこはやっぱり大きい街のいいとこだよね。ブランシュワイグ全然ないもんだって。なんかドイツすごいなんかインターナショナルですよね。
ね。確かに。なんでダートにしたんですか？いろいろな理由があるんですけど、一番は日本でも大学卒業してるんで、もう一回4年間とか3年間回り直すかって迷っていう時に、なんか1年間でも一気にオーディションとか、コレオグラファーとつながるとか、一気に進めたいなって思って、じゃあダートかなって思った。あと場所がベルリンなんでいろんなところにオーディション受けに行けるし、アーティストもいっぱいいて情報も入ってくるしっていうので決めました。なるほど。入ってよかったと思いますかね？思います。よかったよかったです、はい、大学時代海外行きたいって思ったって言ってたじゃん。海外に行くためにやってたことと、逆にやっておけばよかったとか。やってたことは、とにかく働いてたまあと思いますね。あと言語の学習をちょっとしながらって感じ。とにかくお金貯めることで頭がいっぱいで、毎日働いてって感じでした。でもなんか情報を集めることは日頃からしてたと思います。なんか学校選ぶ時ももちろんだし、もしここのベルリンに私が住むことになったら、なんかダンススタジオいいとこないかなとか。偉いね。なんか情報を素晴らしい。収集することはまあね、そうだよね。情報知らないと何もできないからね。逆にやっとけばよかった。英語です。勉強してるつもりだったんですよ、日本にいた時は。実際英語使わないといけない環境に自分が行ったら、まあできるようになるだろうみたいな、ちょっと甘い考えを持ってたんですけど、実際こっち来たら家でやっぱり自分で勉強しないと足りない。結局日本でもできるような勉強を今やっちゃってるんで、なるほどね。日本でも全然英語は習得できると思います。英語ね、今も私も全然喋れないからチャット GPT と練習するのおすすめです。何それ？何？自分の興味のあるトピックとか、例えば私は昨日ベルリンのおすすめのクリスマスマーケット教えてくださいみたいで英語で答えてくれて、英語で答えてみたいな。だから自分の興味のあるトピックについて話せるから、すごい自分の語彙力になる。すごい、それ知らなかった。すごいいいこと聞きました。なるほどね。あなたの夢は何ですか？夢は短期目標はヨーロッパでフルタイムでダンサーになることが一番短期目標で、でもその後もう OK って思ったら、日本に戻りたいと思ってます。日本に戻ってコンテンポラリーダンスがもっと豊かになるような働きかけられる人材になりたいなって思ってます。すごい。なるほど。そうなん、日本に戻りたいんだね。日本に戻りたいです。まあそういうちゃんとした目標があれば、こういろいろとトライできるだろうし、素晴らしい。どんな形になるかわかんないですけど、全然それはいいと思う。まだ時間あると思うし。海外を目指す若手のダンサーたちに何かメッセージあればぜひ。運がいいことって大事じゃないですか。ラッキーオーディション受かったとか、この作品出られるようになったとか、そういうの大事だと思うんですけど、でもそれのためになんか日頃からいっぱい種をまいておくっていうか、私たちのお仕事はなんかどこから次の仕事につながるかちょっと分かんない。どこからでもつながれるし、つながり大事だから、いろんなところに種をまいといて、いつでもお仕事もらえるように、次につながるようにっていうのはずっと続けていった方がいいかなって思います。かわいい。素晴らしい。大事ですね、コネクションは本当に。どこに行っても、日本にいても海外にいてもコネクションでできてるって思うし、今なんかこう過去を振り返ると、あの時だったからこうつながってっていうの結構あるから、やっぱりコネクションが大事ですね。そう思います。海外に行こうって思う時に、私は一番お金の問題があったんですけど、生活する学費も払うって考えた時に、すごいなんか雲の上、考えられないような金額を貯めないといけなくて、これちょっと難しいかもって思ってたけど、でもできるって思ってたらできたんでなんか雲の上かもしれないって思ってても、毎日頑張ってやればいつの間にかできてることがある。他の人にできて自分にできないわけないって思って頑張った方がいいと思います。素晴らしいお言葉ですね。その通りだと思います。
素晴らしい。これからも頑張ってください。ありがとうございます。何か言いたいことある？他に。頑張ります。家族とかにビデオ。頑張ります。はい、ということで、みわちゃんどうもありがとうございました。今日一日ですね、実はダートに来てですね、授業風景を見させていただきました。みんないろんな国籍の子がいて、インターナショナルで結構ねワイワイしてて、雰囲気もすごいいい感じで、あと校長先生、ディレクターの人、めっちゃいい人で、本当にいい学校だと思う。ということでですね、今回は後輩のみわちゃんにインタビューさせていただきました。これからもどんどんね、学校見学とかもやっていけたらいいなと思っているので、ぜひ楽しみにしててください。で、学校見学の様子は違うビデオで出してあるので、ぜひそちらの方見てください。このチャンネルがいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ということで、次回のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。ちょっと一回